チェンバーボーン。アップデート7。上下水道を整備して汚水を完全に分離しずっと放置されてた滝を建設した我らがビーバー。だが水の貯水が厳しくこれ以上の開発は難しい。エンディングに向けてデスマウンテンを整備するぞー。貯水が少ないと言いつつ、水だばー。こらこら。ああ水生植物が枯れちゃったよ。この先は滝に給水してるポンプの水路だな。鳥間こんな感じで清水弁と水門を追加。水中の清水弁で水生農家用に水位を調整した。そういえば前回池に水を送る水道管も作ったんだけど、これ別に蓋する必要なかったなと思い、蓋ひっぺがしました。水位を調整する清水弁をつけたのでダダ漏れはしない模様。などとやってたら干ばつ明け4日で干ばつ警告。最短の3日ではないが、前回干ばつが28日と長かったからまだダムに水が溜まっとらんぞ。そんなことよりこっちの方が滝かっこよくない？もうちょっと危機感持てよ。バンジーダムの噴水は微動だにせず、前の汚水混入事故の汚水が残ったままだ。てかまだメインダムが満水じゃないから水道管に水流れてないし、今回もバンジーダムに貯水は無理そうだな。ではエンディングに向けて引っ越しの準備をするぞー。まずは運搬員の拠点を整理だ。この1画面だけで13件もある。ボットどもは通勤距離など関係ない。ここを整地して倉庫の横に引っ越しさせましょ。結果ボット約100体分の職場がここに変わった。安定の早送り案件。ビーバーが定時で帰った後、一晩でボットだけで引っ越しを完了させた。ビーバーの運搬員も翌日、少しだけ違う場所に移築しました。こっちは一瞬で建設完了。100パー、すべてを刈り取れー。あれ？跡地周りの多くも処分か？丸太47000本あるから、少しくらい植林エリア減らしても余裕。使多すぎ。でメープルを植林。そして結局また植える。まあメープルだけ足りてないから仕方ないか。でお次はボットの建設作業員を水道管上の空き地に左遷呼ばわりされる哀れなロボ。干ばつまで残り 0.2 日、噴水の水位が上昇。でも結局噴水が噴き出すことなく貯水はできず。糸かなし。右の水源の貯水が満水になることなく干ばつ26日が襲来。前回より2日短いが微妙に長い干ばつ。実は私この町の開発を始めた当初は、ここから水道橋を伸ばしてこっちの山まで緑地化するつもりだったんだよ。でもこの水の量でやったら町が滅びそう。さすがにそれはやめといた方が良さそう。仕方ない、エンディングに向けてビーバーの豪邸でも建てようかな。ビーバーの数は100匹、ダブルロッジ1軒で6匹、これだけで96匹住めちまう。ビーバーが少なすぎて豪邸建てれる気がしない。適当に建てたこの集合住宅、意外と見た目秀逸だったのかもしれん。悩んだけど考えがまとまらず、とりあえずワンダーの配置を考えることにしました。ワンダーの大きさは7マストでかい。でかすぎて置き場がないんじゃー。ダム湖の上にワンダー用のどでかい土台を建設だぜ。2日程度でほぼ完成。ほんと建設早いなここのビーバーは。でワンダーの位置は決まったけど、未だ考えまとまらずジップラインの駅の修正工事中。ただいま梅干しサイズの脳が最適解を出そうと頑張っております。なんとなく、工場前を装飾中。結局妙案が出てこず、どうでもいい工事でお茶を濁す白霊氏。お前、暇そうやなー。お前が作業指示出してねえだけだろ、ビーバーを連打すな。ごめんちゃい。じゃこの重力バッテリーでもがっつり作り直そうかな。無限動力あるのに、完全なる無駄工事じゃねえか。鉄の水道橋の上に突出ぶつければいいだけの簡単工事で、大量に設置できるし完成したら見栄え良さそう。モッドがない状況だとこれ以上広角で撮影できぬ。存在感は多少あるけどこれはなんとも。だって建設指示を取り消してなかったことにした白霊氏、完全にスランプに陥ったようだ。山の上で暮らすならタワー農園の倉庫に続く道があると便利かも。みんなジップラインを使いました。そんな農園の各階層に続く階段もつけたのに、無駄です。そしていじけながら以前水路があった不整地の穴を埋めている白霊氏に、やっとアイディアが降りてきた。穴埋めてたらいい窪地ができた。ここに食料倉庫を作るぞー。匠お得意の後岡式倉庫である。薬の原料のタンポポ以外はここに貯蔵 OK。現状倉庫満杯で生産止まってるレベルだし、移せばすぐにいっぱいになるぜ。建設は速攻で終わりただいま撤去した足場の瓦礫を運搬中。左遷ボットの職場も近く大活躍。倉庫の上は引っ越し後の建設ビーバーの職場になりました。今は通勤が大変なので引っ越し完了までは停止。
さあ建築ビーバーよ、新職場前をきれいに整備するのだー。この世界の建設作業員は爆薬設置もお手の物。はっはー。周囲の整地も着実に進んでいる模様。この辺は娯楽施設でも建てようかね。でもその前に建てたいものあるのでこっちを先に整地。食用倉庫の隣。倉庫の近くといえばこれ、3種のパン屋さんだー。材料運ぶのも完成品を運ぶのも楽な距離。で無限動力からシャフトも繋いで製粉所も完備。引き立ての小麦粉で作られるパンはうまそうだ。こう建物が増えてくると街の完成イメージも湧きやすくなってくるねよし次は幸福度を上げる喜びの泉。その辺に建てるのか？効果範囲が20マスだからさっきの倉庫とかが範囲外になるぞ。なら逆サイドにも建てればいいじゃないの。贅沢。パンがなければパンツを食べればいいじゃないだね。それはただの変態です。てなわけで左右対称にするために突出部を使い測量を。埋め立て指示もして地形も揃える感じだな。そういえば前に喜びの泉を建設した時このサイズで作れなくて困惑してたけど、それは私が敷いた道が邪魔してたのが原因。コメ欄で教えてくださった方ありがとうございました。そして前回適当に作った池を埋めて調整して設置した。もう科学ポイントは十分あるけど、やっぱ高いところには天文台かな？動かすのにシャフトが面倒だが見た目が好きなら立てればいいんじゃね？だって結局作らんのかーい。ここはいい感じに植栽してフィニッシュです。天文台などなくとも星空は見放題だぜ。さあ皆の者を、作業に取り掛かれ喜びの泉2箇所同時は結構きつそうだ。泉には水の供給が必要なので、整水弁で水位調整して完備予定。滝の水が意外なところで役に立った。右側の整地もほとんど終わったので泉の建設開始のつもりだったんだけど高さを一段見誤るの巻。惜しい、形は成功だったけど最後の詰めが甘かったな。埋め立て予定も出して泉の建設指示しました。まだ干ばつ15日残ってるのにこの貯水量か。長い干ばつが続いて貯水もできてないが、水面が増えたことで蒸発してる水もだいぶ増えたのかもな。もしかして水道管で水位を上に上げるこの噴水システム、水圧のせいで湧き水減るとかあったりして。わからん。このままわからずじまいでワンダー立てて終わったら、真相が気になってもやったままになっちゃうよ。いい検証方法とかないかな？噴水やめて水道橋で貯水するぞー。ワンダーの土台まで立てて終わる気満々だったのにまさかの延長線開始だぜ。汚水ダム前の装飾のために作った、カーブの壁が邪魔。作るの大変だったのに全く無価値な壁。バンジーダムは天然地形を利用して作ったものだったけど大規模改修を決行。ここ水深が深すぎで全ての水が吐き出せないんだよな。一度も使われてないバンジーダム奥の貯水槽の整水弁も深すぎるので作り直そう。貯水が少ないと言いつつ、水だばー。放水できてない水だがもったいなし。がっつり埋める分葉っぱで貯水量はアップ。ここに溜めるだけの水が確保できやいいんだが。などとやってるうちに喜びの泉完成。竣工お披露目会は干ばつ明けを予定。バンジー水道橋の影響でジップライン駅を移設。何かと要所の汚染鉱山。さあ未来の世界に一滴でも多くの水を残すのだ。我らの命の水を失ってはならない。果たしてこれで貯水は増えるか？鉱山駅の改修に伴いついでにコメ欄でおすすめされた、ジップラインの桁を使ったラインの集約もお試し。ごちゃっとしたラインがスッキリ。工事がほぼ終わったけど干ばつ明けまで余裕があったので撤去作業を開始。除染頑張ったのに結局は排水された悲しいポンプ跡地消滅。この無駄に高い壁も葉っぱだー。おいちょ待てそれは、無駄に高いやつじゃない。はぁ？それ汚水ダムに繋がってる壁。ザワールド。スタンドで時間止めても無駄。急いで壁を作り直せー。時間を止めて建設指示。そして時は動き出す。ああ、汚染鉱山がまた汚染事故に。つかもうお前が汚染鉱山呼ばわりしてんじゃねえか。あばばばばばばば。後に語られる、汚染ダムの人為的ミスによる大決壊事故である。やっとメープルが育ってきたのに。小山たかれるぜ。前回の汚水事故で汚水を食い止めた採掘機の穴も満水。汚水が灌漑水路に流れ込んだぞ。あ、決壊したダムの漏れが止まった。溢れた汚水はポンプで汲み出せー。さすがに量が多すぎでこれじゃ厳しいぞ。じゃ自動給水ポンプで汚水だけこっちに集めよう。汚染された水路を自動除染だ。メープルシャン。メープルペストリー復活の日が遠ざかった。自動給水ポンプ完成。汚水のみ吸い出しそしてここでポンプで汲み出す。こりゃ復興少し時間かかるかも。
汚水が汲み切れずタンク増設。こりゃ除染終わるまで最終回はお預けだな。糸かなし。畜生。八つ当たりの爆破とともにバンジー水道橋開通。ダムの改修も一段落。水位が下がるとくぼんだところに水が集まり、面積を減らし蒸発を少なくするシステム。汚水事故の被害はこんな感じ。過去一の被害で体調不良ビーバーを17匹も出してしまった。さてお次はワンダー建設予定地に張った防水フロアを剥がしていただきます。なんでだよ。左のダムが満水になったらワンダー前を通って、右のダムに流れる仕様にすることにしたんだよ。なんか追加の足場作っとる。周囲も緑地化するだろうしきっと完成したら綺麗だよ。なーる。汚水事故にひるむなー。未来の子孫のためにその身を粉にして働くのだー。病気のビーバーいてもお構いなしのハードな現場。その結果がこのありさまである。10匹捕まえたね。やったね。だー、キメラ合体失敗。ふざけてないでさっさと助けてやれ。中毒症状出ちゃってるじゃねえか。あいよ。そして水道橋に水を送るシステムを作ろうとして水を遮る清水弁を設置する私。なんでだよ。あれれ？これどうなって？おいお前紫になってるぞ病院行け。は？病気になったビーバーと一緒にお薬飲んでください。骨にない。これでしばらくしたらいつもの霊夢に戻るかな？あれ？薬飲んで戻ってきたら水位なんか低いんだけど。メインダムの水位がもうそこまでしかないようだ。マジで？農場が枯れたらやばい。鳥間放水場作りましょ。まあ干ばつあと1日で終わるけどな。鉄の水道橋に汚水流れてる美しかった滝、1サイクルで汚水まみれになるの巻。ここの給水ポンプ、汚水禁止。これでしばらくしたら元に戻るかな？シャワーも汚染で止まってる。ポンプで吸い上げてる影響で汚水がこっちに溜まっちゃったようだな。ここも汚水ポンプで除染じゃー。地道な作業で美しい街を取り戻せ。命の水。干ばつ26日が終了。ダムの水が溜まる前にバンジー水道橋に少し水が流れたので水門で封鎖。水道橋に流すのはダムが満水になってからを予定。汚水を禁止にしたばかりに、今度は池の汚染濃度が上がっちまった。ここも除染しなきゃ。メープルの跡地は除染完了。さあ植え直すぞー。今度はしっかり成長できるかな？メープル植林ついでに丸太の貯蔵庫を上に移動しました。丸太すでに46000あるのにまだ溜め込むつもりらしい。汚染は除去されたけど水生植物全滅か。まあしゃあなし。バンジー水道橋に続くワンダー前水路に注水。じわじわと緑になる、この瞬間がこの世界の喜び。右のダムに注水が始まり、なんでここに水門あるのと疑問視する私。それお前が紫になってた時作ったやつだ。なんでこんなもの作ったんだろ。って今日？はっぱー。喜びの泉竣工お披露目だ。ゆっくりと注水されー。無事噴水が噴き出した。右側も問題なーし。これで引っ越ししても幸福度もりもりだぜ。そして干ばつまで 0.4 日なのに、メインダムが満水にならない件。バンジー水道橋作ったのに使えず終了。バンジーダムでさらに効率よく貯水するため、そこを段々にして蒸発を減らすシステムを拡張。今季は一滴も水来てないけどな。この工事は大変そうなのでジップラインも整備。ダムへの移動は階段が辛い。そして干ばつが襲来。で最長の30日やないかーい。26日すらギリ状態なのにこれは辛い。これ地味にヤバいやつかも。綺麗な水は水道橋に切り替えたのに、水道管の清水弁閉めるの忘れてた。左のダム満水を無駄に水道管に流れた模様。せめて噴水から出てればバンジーダムに貯水できてたのに足りず。結構な水を無駄にしちまったな。じゃダムが満水じゃないのに最強の干ばつ30日が来たところで今回はここまで。ではジャスティスビーバーさんの新曲とともに今回の出来事を振り返りつつお別れです。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。年の準備始めたビーバー、古い巣を出て新しい、緑を
の水を広がる流れ守り続けよう共に気づこうよ未来の巣を新しい家で幸せ待ってる突然の知らせ大規模工事だ小水を増やすダムが必要とみんなで力合わせ働く日々に汚水が来るぞと叫ぶ仲間の声子孫のために明日を信じて病に倒れても諦めないで汚水を浴びるな命を守れ今の誇り胸に抱いて完成間近のダムを見上げて流れ来る水を待ちわびる日々病んだ仲間も少しずつ回復明日はきっといい日になる辛い時も支え合って命の水が流れる日まで子孫のために建てたこのダム命の水を